どうも、ワンピースを謎解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、再び、ワンピースの正体です。ワンピースの正体については、色々と考えてきましたが、まだまだ甘かったです。もっと深く考えてみました。今度こそ、納得がいく、ワンピースの正体に迫ります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした公式の考察を知ることによって、ワンピースを読む楽しみが損なわれると感じる人や、最新話をまだ読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。ワンピースの正体を考える上で、最も重要なのが、ワンピースというタイトルそのものでしょう。これは、ラフテルがラフテル、笑い話だったようにです。それは今から8年前、2014年に小田先生は、台湾のワンピース展で中国を訪れています。そこで現地の新聞インタビューで小田先生はワンピースというタイトルに謎が隠されており、それは結末と関係していると語っています。そこでワンピースというタイトルから考えていきましょう。まずワンピースのワンとはそのまま一つという意味でいいでしょう。問題はピースです。ピースを辞書で調べるとピースには10個以上もの意味があることがわかります。例えばピースはピストルという意味もあります。1話でルフィは俺のパンチはピストルのように強いんだと言っており、明らかに小田先生はピースの意味を理解していると考えます。なぜならワンピースのコミックスの目次の下には常にピストルが一つ描かれているからです。他にもピースには主張や効果、ゲームのコマ、修理などといった意味もありますが、他にもまだたくさんのピースの意味があるので、重要だと考えるピースの意味だけを考えていきましょう。ピースの意味で重要なのは、まずシンプルにかけら、部品です。ワンピースの別名は、一つなぎの代表。ここからシンプルに複数のかけらが一つにつながるものだとわかるでしょう。これはポーネグリフのかけらをつないでいくと完成するリオポーネグリフ。それこそがワンピース。いろいろと言われていますが、これしかないと僕は考えます。ただしそこには隠された仕掛けがあると考えます。リオポーネグリフはすでにロジャーがラフテルまで届けているもので、つまりロジャーが手に入れたものです。そんなポーネグリフは30個あり、そのうち9個がリオポーネグリフですが、実は我々はまだおそらく一つもそれを見たことがありません。それはロビンもです。アラバスタのポーネグリフも、空島のポーネグリフも、魚人島のポーネグリフも、それら全てをロビンは違うと言っています。つまりロジャーはその言葉通り9個全てのポーネグリフをラフテルに届けている。そして完成したのがリオポーネグリフ。受け継がれる石とは受け継がれる石。それでは次に再びピースの別の意味を考えましょう。ピースには楽曲や作品という意味もあります。ワンピースで歌といえばビンクスの酒です。この歌の歌詞、ビンクスの酒を届けに行くよとはどんな意味でしょうか？これはおそらく墓参りの歌ではないでしょうか。多くの国で酒は死者を弔うために使います。ワンピースでもそうでした。つまりラフテルにはお墓がありそうです。こちらの2年前の動画では、ラフテルとは滅ぼされた王国の跡地であり、それは島ごとクジラに飲み込まれており、そのクジラは3つの正義の門があるタライ海流の中央、大渦の底に囚われていると考えました。つまり滅ぼされた王国の跡地とはいわばお墓でしょう。この巨大生物に宝のかけらが飲み込まれているイメージは1話からわかります。それは金塊の主に飲まれたワンピースです。シャンクスのちぎれた腕はワンピースを表す。腕は漢字でワンと読む。金塊の主とは金塊の主。お宝の主です。うわ、くだらねえ。そう思った方は大正解です。以前も紹介したように小田先生はワンピース新聞ボリューム4のインタビューで、漫画はくだらないものであるべき。くだらないっていいなと公言しています。そんなシャンクスの腕がもしもワンピースを表現したものだった場合、もしかすると本当のワンピースも巨大生物に食べられているかもしれません。そして食われるといえば900話の語呂合わせ、食われるです。900話でウェディングケーキを食べたビッグマムの口の中にはお墓が描かれていました。ここで再びピースの別の意味を考えましょう。今度は英語ではなくフランス語の意味です。フランス語でピースはお菓子という意味も持ちます。つまりビッグマムは比喩的にワンピースを食べたと捉えることが可能です。そしてここからが本題です。ピースには落書きという意味もあります。落書きをピースと表現する理由は、傑作や名作、名画という意味のマスターピースに由来します。つまりおそらくワンピースとは一つの傑作、マスターピース。
それは芸術的な落書きによる作品。ラフテルにたどり着き、ワンピースを見たロジャーは泣きながら笑っていましたが、もしかするとこの時、ロジャーは、こりゃ傑作だと笑っていたのかもしれません。傑作とは日本語で優れた作品という意味の他に滑稽という意味もあるからです。となると、それはロジャーが届けた9つのリオポーネグリフ、そこに落書きがある。歴史研究家によれば、落書きとは古代の人々にとってそれは自分が生きた証、それを刻む行為だったと言います。ラフテルで死に際にジョイボーイは落書きを残した。そんな落書きは例えば鳥獣戯画のように現代では国宝重要文化財になっているものもありますし、一方で落書きの源流は落書とも言い、落書は匿名で政治批判をする落書きでした。このことからもしかするとリオポーネグリフには世界政府天竜人への批判的な落書きが刻まれているかもしれません。それをビジョンダイヤルなどで全世界に配信した時、世界はひっくり返る。さらにくだらない絵、その落書きを見た全世界の人々は笑ってひっくり返る。それではもしもワンピースの正体が落書きなら、それは必ず本編の序盤に伏線があるでしょう。そちらを探しましょう。落書きの伏線があるとすれば、コミックス4巻の小田先生のコメント、僕には夢がある。ああ、犬に落書きしてみたい。これを受けて次の5巻では読者が飼っている犬の写真が送られ、小田先生はマジックペンで落書きをして夢を叶えていました。それから20年の時は流れ、102巻1027話ではロジャーがマジックペンでライオンに犬と落書きしています。この1027話の話数の語呂合わせは一つなぎの代表のイメージでしょうか。この扉絵ではラフテルへ行けなかったシャンクスとバキーが木の上で泣いており、ロジャーはラフテルの時のように大爆笑をしています。となると、ピースが落書きという意味なら、ワンピースのワンとは犬の鳴き声、ワン。犬のイメージ。ワンイコールワンです。ビッグマムがケーキを食べながら歌っていたその歌詞にも犬がいます。腐った子犬も踊り出すワンです。さらにここでワンピースそのものを語呂合わせしましょう。ワンピースの語呂合わせは2つ。ワンピース。3は英語の3です。そしてもう一つがワンピース。4は中国語でスーです。113話と114話がワンピースを表す。そんな113話と114話に共通して登場するもの、それはヘノヘノうんち。落書き、絵文字です。イガラムがルフィたちの身代わりとして作った適当なダミー人形に描いた顔の絵文字、それがヘノヘノうんち。そして113話の扉絵はワン、犬の選手のガープの船。さらに113話ではラッコのミスター13がお絵描きをしています。また113話ではエターナルポーズの話も登場。そんなヘノヘノうんちはロビンによって次の114話ワンピースで滅ぼされていますが、こちらの動画ではロビンはイム様と表裏一体だと考えました。ロビンとイムです。そのように考えると113話と114話は話数の一つなぎの理論から1113話と1114話につながるでしょう。その1113話と1114話で何かしらワンピースの話が語られる。さらにこれらは13話と14話にもつながるでしょう。13話ではワンワンと鳴いている犬のシュシュの宝物が燃やされ、それはペットフードでした。ペットフードとはつまり犬の餌です。それは餌。ワンピースの正体は餌。やはり落書きの可能性。そこにはもちろん歴史の全てと未来の予言、そして天竜人への批判、さらにふざけた落書きも書いてある。いやいや、ワンピースの正体は小田先生がルフィたちへのご褒美だって言ってるじゃん。ただの石の落書きじゃご褒美にならねえじゃん。そう思うかもしれませんが、最初に言ったように我々はまだ9つのリオポーネグリフを見ていません。このポーネグリフとは全部で30個ありますが、そのうちロードポーネグリフはなぜか赤い石でした。なぜロードポーネグリフの4つだけが赤い色をしているのでしょうか。ここに何か仕掛けを感じました。つまりまだ見ぬ9つのリオポーネグリフも通常の黒ではなく別の色、別の素材。それはもしかするとゴールド、黄金のポーネグリフ。空島で黒いポーネグリフの横にある黄金に落書きをしたロジャー。これとは逆にラフテルには落書きされた黄金のポーネグリフがある。いや、もっと深く考えましょう。大航海時代、新世界を侵略したスペイン人たちは黄金よりも別の宝石に価値を見出していました。それはエメラルドです。
緑色のポーネグリフ。それこそがリオポーネグリフの色。つまりラクテルとはエメラルドの都、大秘宝、ワンピース。こちらの動画で考えましたが、夢を笑うベラミーと夢に笑ったロジャーは表裏一体です。海賊機ジョリー・ロジャーは実在した海賊サミュエル・ベラミーが使っていたものです。そしてベラミーはバネで、ルフィはゴムです。そんなベラミーはロジャーやルフィのように空島へ到達し、世界がひっくり返ったと言います。これはロジャーと同じセリフです。そのベラミーがバカにしていたのが空島の黄金鏡とワンピース、そしてエメラルドの都です。つまりラクテルにはエメラルドの都がある。そこには貴重で巨大、黄金以上に莫大な価値がある緑色のエメラルドの宝石、リオポーネグリフが9つある。それこそが命を懸けた海賊たちへのご褒美です。いやいや、でもワンピース一つなぎの大秘宝って富、名声、力、この世の全てでしょ。エメラルドに書かれた落書きじゃ富と名声はいいとして力の意味が成立しないでしょと思うかもしれませんが、こちらの動画で考えましたが、富、名声、力とは表面的な意味でしょう。そのままの意味で捉えてたら、クリークが装備していた全身に武器が仕込まれた金ピカの鎧がワンピースになってしまいます。そうではないでしょう。これは現代社会でも同じです。お金を稼いでいるから素晴らしい。知名度があるから素晴らしい。フォロワー数が多いから素晴らしい。頭がいいから素晴らしい。そうではない。違うでしょう。その人がそこへたどり着くまでにどのような努力や過程、信念があったのか、そんな物語こそが一つなぎの大秘宝、ワンピースでしょう。故にこの1話の富、名声、力とは100話でロジャーによっておそらく言葉が変換されています。富とは受け継がれる意志、名声とは人の夢、力とは時代のうねり、受け継がれる意志、人の夢、時代のうねり、これが本当のこの世の全て、ワンピースでしょう。そんな3つの意味を記した物語、落書き、つまり漫画、絵物語がエメラルドの宝石に刻まれている。そう、物語です。だからロジャーはその最果ての島をラフテル、笑い話と名付けた。ジョイボーイこと覚醒した太陽の神ニカはカイドウにまるで絵物語だと言われていました。そしてこれは実際のバイキングの歴史からもわかります。スウェーデンにあるゴットランド島は800年あたりのバイキング時代、海賊の島でした。その島でバイキングたちは石にルーン文字だけではなく絵物語を残しています。つまり海賊たちはその昔石に絵を描いていた。こりゃ傑作だ。そんなバイキングとワンピースのつながりはコミックス2巻で示されています。さらに落書きも1巻で示されています。それはドクロの海賊記の絵描き歌。そしてワノ国では反逆の証、判事絵も登場。となると、そんな絵や落書きをポーネグリフに描いたのは800年前のジョイボーイ、光月家なのでしょうか。しかし、光月家の先祖がジョイボーイだったとすると、ゾーン系の意志を持つ太陽の神ニカは、ルフィではなく、桃之助を選んだ方が早いでしょう。しかしニカはルフィを選んだ。そこで、こちらの動画では、ジョイボーイとは、サウロのような巨人だと考えました。もしもジョイボーイが巨人なら、もしかすると、エースとオーズの傘の話とは逆に、巨人のジョイボーイは、光月家に、ポーネグリフに文字や絵を刻める技術を学んだかもしれません。話を続けましょう。次にここで落書きのダジャレを考えてみます。落書きとは落書き、そしてガキとは日本語でいたずらな子供という意味です。さらにその落書きを英語にするとジョイボーイ落書き。800年前の落書き、ジョイボーイによる落書き、それがワンピース。リオポーネグリフ、存在しないテキストとは絵文字だった。この絵文字はルフィの T シャツなどワンピースの漫画内にいくつも散りばめられています。さらにパンダマンという落書きキャラもいます。世界一の傑作漫画ワンピースのオチがエメラルドのポーネグリフに描かれた古代の落書き、絵文字、漫画のような笑い話の絵物語だとしたらこりゃ傑作だ。以上です。と言いたいところですがまだあります。ピースはフランス語だと部屋という意味もあります。ワンピースにおいて部屋といえば315話秘密の部屋、315話の話数の語呂合わせは最後の秘密の部屋。そこにいるのはジョイボーイ、ジョイに変装した男、フォクシーがカルテを書いている。ここから考えられる可能性はラフテルにはおそらく秘密の部屋がある。それはまるでアラバスタの王宮の地下に存在したポーネグリフの部屋のように。
ラフテルの秘密の部屋にエメラルドのポーネグリフがある。これと似たような話は、ポーネグリフへ続く道、光月すき焼きの秘密の部屋です。つまり800年前、ジョイボーイは、すき焼きのように秘密の部屋に閉じこもり、エメラルドの宝石に向かって物語を書き続けた。それは何らかの理由で、外には出られない。まるで、宝箱にはまった緑色の凱門のように。そんなラフテルがもしも緑色のエメラルドの都なら、それはドレスローザのグリーンビットと繋がるでしょう。グリーンビットの地下には隠された小人の国がありました。こちらの動画では800年前の出来事はドレスローザがヒントだろうと考えました。グリーンビット地下の小人の国トンタッタでは、ソルと書かれたおもちゃの兵隊キュロスが小人たちを率いて戦いに挑んでいました。このソルについて小田先生はソルジャーのソルだと答えていますが、もう一つ隠された意味があるでしょう。ソルとは太陽、ソル。太陽の神ニカのイメージ。800年前のニカことジョイボーイは様々な種族と共に戦いを挑もうとしていた。以上です。まとめると、ラフテルにはエメラルドの都があり、そこにある秘密の部屋でジョイボーイはエメラルドの宝石リオポーネグリフに最高傑作の落書きマスターピース物語を書き続けたと考えます。それこそがワンピース。最後にオズの魔法使いに登場するエメラルドの都を考えましょう。エメラルドの都があるオズという国は東西南北4つの魔法使いが統治する国であり、それら全てを支配しているのがオズマ姫です。このオズマ姫のデザインはイム様やウタに似ています。そしてオズの国の住人は年を取らない。つまりワンピースの世界観はオズの魔法使いに着想を得ている可能性はあります。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。